ご視聴ありがとうございます。今回は、とある地方私鉄の終着駅に迫ります。見るからに訳ありな構造と手間がかかっていた昔の運用、そして駅が大改造された意外な理由に迫ります。勾配と曲線が続く車窓の意味とは、一体何なのでしょうか。私が今乗っているのは、長野県に路線を有する地方私鉄、長電こと長野電鉄の下り列車です。同社の路線は長野駅を起点に、33.2 キロ先の湯田中までを結んでいます。かつては複数の路線を抱えていた長電ですが、現在の営業線はこの1本のみ。路線の成り立ちの関係から3分割されていた名称は、2002年に長野線に統合されています。そしてこの列車が、長電で最も停車駅の少ないA特急、湯田中行き。元小田急1万型を譲り受けた1000系での運行で、11両から4両に短縮されたものの、元のハイデッカー構造や先頭部の展望席は健在です。長野旭間は複線で、起点寄りには近く間もある長電ですが、須坂を過ぎたあたりから駅間距離が長くなり、のどかな風景が増えてきます。そして起点から 25.6 キロ離れた信州中野を出ると、路線は山岳区間に突撃です。急カーブが続く中には 30% ミル台の勾配が続き、モーターをうならせながら駆け上がります。途中の信濃竹原駅で、間もなく引退する3500系、元営団3000系とすれ違います。営団時代では考えられなかったローカル線区、まだまだ先へ進みます。なお、この駅は後で出てきますので、覚えておいてください。長電屈指の撮影ポイントである読瀬川橋梁を通過し、長野からおよそ45分、終点の湯田中に到着です。右側の駐車場に架線柱が残っているのは、設備が縮小されたからでしょうか。駅の直前まで 40% ミルの上り勾配が続くため、ホームの上り方は勾配にかかっています。そしてここで、線路は地方私鉄にしては珍しいラダー起動になります。そして注目すべきは左側。線路から離れたところにあるホームはだんだん近づいてきて、再び離れる位置にあります。途中にはすでに使われていない信号機もあり、その先の屋根は年季の入った木造で、柱には廃止された木島と社の文字があります。一方右側のホームはホームも屋根もそれよりずっと新しく、何かありそうな感じです。二つのホームは通路で繋がっていますが、向かいのホームには行けないようになっています。線路とホームの間は線路一本分もないだけに、なんだか不思議な感じです。一方、登り方の様子がこちらです。前面展望にも映っていた、線路脇の駐車場との高低差からも、勾配のきつさがわかります。列車が出た後の様子がこちら。隣のホームには1と書かれた番線案内がありますが、こちらにはありません。一旦改札外に出ます。吹き抜けになった駅舎内には観光案内が掲示されているほか、お土産屋さんもあります。志賀高原はスキーなどで有名な観光地で、かつては廃線になった八代線を介して国鉄からの直通列車もありました。駅舎内の巨大モニターでアピールされており、沿線にとっては重要な場所です。また、改札の横では、長電の鉄道娘、朝日桜のグッズも売られています。時刻表がこちら。細かくて見づらいですが、湯田中発の列車は1時間あたり1本か2本で、普通列車に限れば2時間近く開くこともあります。駅舎の外観がこちらです。先ほどのモニターにあった志賀高原はここから8キロ余り離れており、バスかタクシーでの連絡が普通です。かつては手前にせり出した灰色の部材の間に1列ずつ人が並び、多くの人がバスを待っていたと言われていますが、この日は平日のため、人気はほとんどありません。このチャンネルにしては珍しいほどのどかな光景が見られるこの駅。標高は 599.76 メートルで、長電で最も高い場所にあります。下り方へと行きましょう。線路の先の道路から見た様子がこちらです。先ほどは影になって見えませんでしたが、右側のホームはもともと空に手前まで伸びており、土台の跡が残っています。一方さらに下り方を見ると、細長い敷地がさらに奥へと続いています。左奥には車も止まっているこの場所、駐車場として利用されており、左側には年季の入った土地の境界を示す石があります。かつての様子がなんとなく想像できるこの場所、この突き当たりには、コンクリート製の構造物が2つあります。これは、
線路の終端部で架線を支えるための部材としてよく見られるもので、かつては線路がここまで伸びていたことを示しています。そして、現在使われているホームの反対側にあった建物がこちら。随分年季が入っていますが、作りはしっかりしており、手入れもきちんとされています。塗装も綺麗で、まだ現役のようです。建物内にはレンタサイクルなどが置かれ、線路側には沿線の観光名所案内やパンフレットが並び、その右には湯田中の温泉娘のパネルと木彫り細工があります。真ん中には木製の腰掛けとテーブルがあり、休憩所にもなっています。ホームにくっついた建物の位置や、真上が吹き抜けになった立派な内装からもわかる通り、この建物はかつて湯田中駅の駅舎として使われていたものです。この駅が開業したのは1927年、昭和2年。この駅舎はその時建てられたもので、志賀高原にちなんだ山小屋風の駅舎は当時としては非常にモダンで、人気の建物だったそうです。この翌年には今度長野間が開業し、後に廃線となる区間を含む長野電鉄の路線が出来上がります。その後1956年、人々が豊かになるにつれて観光需要が盛り上がると、湯田中から八代駅を経由して上野駅まで乗り入れる国鉄直通列車、急行滋賀の運転が始まり、バスとの連絡の関係上、反対側に建てられた新駅舎に利用が移りました。ただし、序盤の前面展望に映っていた右側のホームは、明らかに昭和に作られたものではありません。このホームが作られ、そして駅の向こうにあった線路がなくなったのは、もっと後のことです。湯田中駅では、開業以降の車両の大型化により、ホームの長さが足りなくなりました。今でこそ線路が一本のシンプルな廃線ですが、かつての構内はこのようになっていたのです。このうち赤線部分が勾配にかかっていてホームを設置できなかったことから、その両側に線路とホームを作って、3両分を確保していました。このような廃線のため、3両編成の場合、一旦駅の先にある踏切を越えてスイッチバックしてからホームに乗り付けていました。発車するときはもちろん逆です。勾配を上り方に寄せるなどして平坦な場所を確保したいところですが、この駅では先が40ミルの勾配にかかっており、その勾配が延々と続いていたため、勾配を寄せることができず、このような方法を取らざるを得ませんでした。そのやり方で数十年運用してきた湯田中駅が大改造されるのは2006年9月のことです。そのきっかけとなったのが、私がここまで乗ってきた1000系の存在です。この車両は2006年12月に長電で営業運転を開始したもので、他の車両とは大きく異なる点があります。そう、先頭部の展望席、そしてその上にある運転台です。この車両の運転台は、車内から行き来する構造です。スイッチバックのために進行方向を変えるには、運転台を出て客室に降り、車内を反対側まで移動、運転台に上がる必要があります。展望席以外はハイデッカー構造で階段があり、通路も狭いこの車両。当時特急で運用されていた2000系より両数が1両多いこともあって、スイッチバックに時間がかかるのは明らかでした。当時、メインのホームは新駅舎側に移っており、反対側のホームへは構内踏切を使う必要があったため、スイッチバックの最中にもう一方の線路で列車を発着させるのは難しい状況でした。そして線内で行き違いができるのは、3駅離れた信濃竹原。ダイヤ状のネックになるため、スイッチバックが不要な構造になるよう、1ヶ月かけて改良が行われました。ポイントなどがあった構内廃線は線路1本に直され、新駅舎からせり出したところに新しいホームを建設して線形を改良。駅の先にあった折り返し線は、踏切とともに廃止されています。その間、隣の上条駅まで全ての列車が運休となり、バス代行が行われています。1000系よりも後、2011年に運用を開始した特急車両、2100系スノーモンキーが到着です。現駅舎側のホームはかつてもっと左にあったのですが、勾配から上がってくる線路との位置関係のため、せり出した位置に新設されました。右側のホームが今の線路に対して弓なりになっているのは、この時線路が完全に引き直されたからです。列車の入線時には志賀高原にちなんだ歌が流れるこの駅、新ホームの裏側には、旧ホームの遺構がまだ残っています。現駅舎の改札とホームが微妙に離れているのはそのためで、改札の正面にはホームまでの通路があり、駅舎はホームにベタ付きではありません。序盤の前面展望では、線路左側の駐車場の手前に、
車止めと思われるコンクリートがまだ残っています。すでに役目を終えた駅舎とホームですが、駅舎の内部は今も活用されているほか、その奥の建物は温泉施設となっています。建物の近くには屋根付きの屋外温泉もあり、時間がない人はこちらで済ませることもできます。湯田中駅の工事が完了したことでスイッチバックは解消されましたが、急勾配への制約は今も残っています。信州中野湯田中間では、勾配で速度を抑えるためのブレーキが必要で、このブレーキを搭載していない車両は運行できません。現在長電に在籍している車両は全部で5種類。このうち4種類はすでに動画で登場しています。一方、2005年に運行を開始した8500系にはこのブレーキがないため、長野信州中野間のみの運用に限定されています。92年から97年にかけて営団地下鉄から譲渡された3500系列が今も活躍しているのが、8500系に運用上の制約があるのも理由です。ただしこの3500系も、今年1月19日を最後に引退することが決まっています。まだかつての痕跡が残っている湯田中駅。3500系の引退前に一度訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。